おはようございます。たかしです。本日は6月24日土曜日、週末ですので、来週26日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。最初にお知らせです。ドル円とゴールドの相場分析をポストプライムという SNS で無料配信しています。ご興味があれば、ポストプライムへの無料登録とチャンネルフォローをお願いします。詳細は概要欄にあります。また、Twitter での先出し配信を始めました。条件が揃えば勝率が高くなる根拠のある配信をしています。Twitter のチェックもお忘れなくお願いします。それでは冷やしから見ていきましょう。昨日の冷やしはかろうじて陽線になったというそんな印象も受けるんですが、なかなか底堅く調整をつけてくれないなというそういうところですね。ここのところずっと連続陽線で2本陰線を挟みましたが、その後も陽線というところで直近の高値超えもしてきてます。ただし以前から言ってますようにこの黄色のゾーンっていうのは売り圧力もかかりやすいというところで、昨日なんか特に1時間足で見ると乱高下をしておりますので難しい相場にはなってきております。今ターゲットとして目指しているのはこのグレーのラインですね。183.976 約184円というところを目指してます。現在が 182.6 ですのでもう少し上昇幅があるんですが、184円が近づくにつれここでの乱高下売り圧力も入りやすくなってきてますので難しい相場になってきているので、今は一旦冷やし単位で大きめの調整をつけてからの次の上昇を狙うのが安全だと思います。ただこの中でトレードしようと思うと5分とか15分とか1時間足単位で押しをつけてくれば184円ぐらいまでロングエントリーっていうことも可能ではありますが、やはり難しいところに入ってきているので無理してトレードするようなタイミングではないというところは念頭に、できるところでトレードをするっていうそういうスタンスがいいと思います。今は冷やしの GMMA とも距離が離れてますので、この辺付近まで調整をする可能性はあります。もちろん今この強い上昇で実際ここまで調整してくるのかっていうとそれは疑問なんですが、一応可能性としては175円とかそのあたりまで調整をつける可能性がありますので、その辺は注意ですね。今はかなり高値圏にあるというところで、基本的にはこの上昇を見てもわかりますが押し目買いなんですけれども、その中で今いつ大きく下落してもおかしくないところにありますので、そこは十分慎重にトレードをしていく必要があります。ストキャスティクスは高値圏に張り付いてます。MACD に関しては今上昇中ですけれども、上昇モメンタムがだんだん削られてきているのがわかりますので、やはり今までみたいな押し目買い一辺倒っていうところではありませんので、その辺は注意ですね。チャンネル登録してね。では4時間足です。4時間足を見ていてもひたすら上昇してきてますのでよくわからないチャートになってます。ストキャスティクスを当てようにもどこから当てていいかがよくわからなくなってきてて、一応当てるとすればこの辺りからなんですけれども、今はもう浅く押しをつけて上昇してきているので一度引いていたんですがそれも消しました。今は直近の高値、ここですね、オレンジのラインを引いてますが 182.122 というところ、ここを昨日明確に上抜けてきてますよね。木曜日にも一旦上抜けたんですがちょっと抜け方が甘かったというところで昨日また大きな陽線で抜けてきました。ただ木曜日のこの高値の抜け方がちょっと甘い、つまり今までのこの強い上昇から一度押しをつけたんですがそこからの次の上昇が弱いなという印象ですね。その全体的に見ていただいたらわかりますが、ずっとこの高値更新をしてきていますけれども、高値更新をしてきてここで急騰が起こってそこから一度押しをつけてエネルギーをために行ったんですが、そこからの上昇が弱いなという印象。もちろん週明けここからどんどん上昇していくっていうことも考えられますが、高値更新幅っていうのが少しずつ狭まってきているなという印象ですね。今まで上昇してきた勢いに対して GMMA までの押しをつけているにもかかわらずそこからの高値更新幅が小さいっていうところが気になりますので、基本的には押し目買い GMMA の向きを見ていただいたらわかりますが、今は上昇トレンド中ですのでここでの逆張りっていうのは基本的にはしない方がいいと思いますが、かといってこの押し目買いっていうのもそろそろ難しくなってきたんだろうなというそういう印象を受けますので、下がったところを買っていくっていうスタンスは変わりませんけれども、それでも今どこかで大きく下落、調整の下落ですね、先ほどの冷やしの GMMA に向けて調整の下落をしてもおかしくない、そういうタイミングが近づいてきているのかなという印象を受けますので、ここからどんどん上昇するというふうには思わずに、下がればそこから短く買っていく、で直近の高値を超え
られないかもしれない。今のところ一応直近の高値を超えながら上昇はしてきてますけれども、この高値更新はできないかもしれないっていうところを念頭にトレードしていくのがいいと思います。先ほど日足のストキャスティクスは高値圏にありましたし、4時間足のストキャスティクスは今過熱感を解消せずに再び上昇してきております。せめて4時間足のストキャスティクスがもう一度安値圏に入ってくれば、ここからの上昇みたいに、この20日ですかね、20日からの上昇と同じように、この GMMA 付近、ストキャスティクス安値圏みたいなそういう動きをしてくるとエントリーしやすいんですが、今途中から切り返してます。なおかつ前回のストキャスティクス安値圏からの上昇っていうのが、この上昇幅が小さくなってきてますので、次ストキャスティクスが安値圏に入ったところっていうのはあまり大きく上昇できずに、次は GMMA の青帯を下抜けるような動きになってくるかもしれませんので、次下落してきた時の押し目買いは注意が必要です。とは言いましても基本的にはまだ押し目買いですので、この紫のラインとかオレンジのラインですね、ここが1時間足の目線切り替えポイントと4時間足の目線切り替えポイントになりますので、紫のラインの 181.2 付近、そしてオレンジのラインの180円付近、このあたりは押し目買いが入りやすいところですので、そのあたりまで下落してくればそこからのロングエントリーを検討していけばいいと思います。では1時間足です。1時間足昨日の動きを見ていてもわかりますが、先ほど言ってましたが、昨日は乱高下をしております。下がったり上がったりという難しい動きをしてますね。これはこの直近のターゲット、ここですね。184円ぐらいが近づいてきているのが原因なんですけれども、やはり基本的には押し目買いなんですが、トレードとしては難しくなってきているなという印象。ただ今このオレンジのトレンドラインに沿って上昇してきているんですよね。これっていうのが、ここですね。このあたり、この押し安値からこのあたりに引いているんです。大体ですが、このトレンドラインに沿って今は上昇中ですので、今はそこを見ておくといいですね。このトレンドライン付近、現在はこの角度で上昇中ということなので、この角度に沿って今上がっているので、そのトレンドライン付近まで下がってきたところで、買い足で反転の兆しを見せるのであれば、そこからの上昇で、先ほどターゲットが184円と言いましたので、そのあたりまでというところを見ておくといいと思いますが、ただ184円到達するかどうかはわかりません。今のところは高値更新をしてきておりますので、184円を目指しているんだろうとは思いますが、当然ここまで到達せずに、日足単位の大きめの調整下落に入るということも考えられますので、この184円は必ず届くとは思わない方がいいですね。もちろんここまで到達する可能性もありますし、ここを上抜けていく可能性もあるんですけれども、今はかなり高値圏で、この更新幅、高値更新の幅が小さくなってきているというところ、あと4時間足の GMMA に接触してからの上昇っていうのが比較的弱いと感じますので、やはりここからは大きめの調整がいつ起こってもおかしくないというところは念頭にトレードしていく必要がありますので、今この浅い押しで上昇してきてますけれども、日足単位の押しをつけるとかなり大きめの下落になると思います。それは冒頭でも申し上げましたが、日足の GMMA ぐらいまでの調整下落をしてくる可能性がありますので、その辺は注意ですね。今は大きく狙うのではなく、しっかり押しをつけたところから小さく狙っていく。そして損切りは必ず入れておかないと、5円幅ぐらいでの下落っていうのは全然余裕であると思いますので、その辺は注意が必要です。かといってその下落を狙っていくのは今はまだ優位性がありませんので、しっかり下落のパターンが1時間足単位で出てくれば、そこからの下落を短期的に狙うのはありだと思いますが、値頃間でのショートエントリーは危険ですので注意が必要です。まずは1時間足で言いますと、今 GMMA、昨日ですと GMMA にサポートされて上昇してきておりますので、まずは GMMA 付近までの下落を待つ。その先ほど言ったこのオレンジのトレンドラインですね。そのあたりまでの下落を待って、そこからの押し目買いっていうところを考えていく。このまま月曜日に高値更新をしたとしても、しっかり1回押しを待つ。強く上昇しているからといって、押しを待たずにその上昇の流れに飛び乗ったりすると、そこが最高値でそこから大きく下落っていうことも考えられますので、今はかなり慎重にトレードしていった方がいい。そういうタイミングに来てますので、しっかり1時間足単位で押しを待つ。そこからの次の上昇の流れを見ておくっていう風にやっておくのが安全です。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。
そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧なスキルアップ動画を毎週更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。また初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をおすすめしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。7月からプライム会員価格を値上げしますので、少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。今登録すれば値上げ後も今の価格が適用されます。ぜひ無料期間を有効にご活用ください。詳細は概要欄にあります。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。